今回紹介する富士フイルムのレンズは XF35mmF2 です。コンパクトで写りもいいので、もし1本買うならおすすめのレンズです。どうもこんにちは、ひげこいです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。XF35mmF2 はフルサイズ換算で 52.5mm ぐらいのとても使いやすい標準レンズです。富士の単焦点レンズでどれを買えばいいか迷いすぎてよくわからなくなっている方は、まず XF35mmF2 を検討してみてください。オートフォーカスも速く動き回る子供も撮りやすいので、パパやママにもおすすめです。僕自身息子ばかり撮っているので、同じように家族が被写体という方はぜひ見ていただきたいなと思います。価格もまだ可愛い方で、新品で4万円ぐらいと最初の1本にもとてもおすすめです。それでは早速紹介していきたいと思います。まずはどんな写りをするのか気になると思いますので、作例から紹介していきたいと思います。35mmF2 では写真も動画もよく撮るので、どちらも紹介していきたいと思うんですが、まずはやっぱり写真ですね。印象としては富士の公式サイトでも書かれている通り、解像感とコントラストがはっきりとしていて、オートフォーカスも速いので比較的ピントを外すことも少ない、優等生感のあるレンズだなという印象です。開放からきっちり改造してくれるので、F2 とか開放が大好きな僕としてはかなり使いやすいレンズかなと思っています。サイドは若干高めで鮮やかな写真も撮れるような印象です。次は動画も紹介したいと思うんですが、もちろん動画でも活躍してくれているので、日常動画や Vlog から YouTube の撮影にも一番使っているのがこの 35mmF2 です。写りや AF の追従、駆動音も静かなんで、すごく使いやすいんですよね。動画もこのレンズなしではもう厳しいなっていうぐらいにかなり重宝しています。次は見た目の部分ですが、鏡頭が少し先端に向けて細くなっているこの形も結構僕は好みで、富士のどんなボディにも似合う印象があります。僕はこれまで X Pro 2、XT30、XT4 とつけてきたんですが、全部かっこよくてすごく似合っていました。コンパクトプライムという比較的小さく作られているレンズで、なおかつシリーズ最小径なのでとても持ち出しやすいです。外装には金属製のパーツを前面に採用し、防塵、防滴、マイナス10度にも耐えることができるんですが、なんと金属パーツを使っていても重さは 170g なのでめちゃめちゃ軽いんですよね。軽くてサイズ感もちょうどいいので、公園にもとても使いやすくて、かなり高頻度でこのレンズをつけて遊びに行っています。F2 は普段使いにちょうどいいとか、AF が速いとか、解像感も抜群にいいとか、安定感のあるレンズとか、それっぽいことを言ってきてるんですが、そのことについて少し深掘りしていこうと思います。まず普段使いに最適っていう理由なんですが、焦点距離はフルサイズ換算で 52.5mm で、最短撮影距離が 35cm っていうところがまず一番使いやすい理由に挙げられます。めちゃめちゃ寄れるっていうわけではないんですけど、50cm以内とそこそこ寄れるので、子供を撮るのもテーブルフォトにもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。次はオートフォーカスについてですが、少し古めのボディにつけてもオートフォーカスは結構速くて安定感があるなと感じていましたが、今は僕は XT4 につけることでさらに爆速になったなと感じています。最速 0.08 秒っていうことなんで、XT4 ではそれぐらいの精度で AF 速度が出ているんじゃないかなと、困らないレベルでの速さは感じています。ソニーのようなレベルで世界最速っていう感じまでは出てないと思うんですが、以前使っていた X Pro 2や XT30 の時でもなかなか速いなという印象でした。XF35mmF1.4 よりは間違いなく速いかなと思います。最近発売された XS10 と組み合わせるのも爆速 AF になるはずなので、これもおすすめです。フォーカス音についてですが、コンパクトなレンズは真ん中から後ろぐらいを動かすインナーフォーカスっていう方式で動くらしくて、AF が速くて駆動音も静かになっているんですよね。例えば、めちゃめちゃ極端な話なんですが、寝ている赤ちゃんを撮るときにもこの F2 はおすすめです。F1.4 は全群繰り出しタイプっていう結構駆動音が鳴ってしまうんですが、F2 ならその点も静かなので安心です。インナーフォーカスは全群繰り出しタイプよりも家族を撮るためにも適していますし、静かな場所で撮影するときにも使いやすいレンズかなと思います。最後は描写なんですが、描写ははっきりすっきりっていう感じでかなり好みです。 F1.4 はよく紙レンズと表現されますが、 F2 も全く劣っていないと思いますし、むしろ全体的な打率はこちらの F2 の方が上かなと思ってます。最小絞りも F2 と明るめなので問題ありませんし、 F2 でもしっかり改造してくれているので開放バンバンで撮るのも楽しいです。富士の公式サイトで、マニアックな MTF 特性曲線っていうのを見ると、レンズの中心部はコントラストが高く、解像感ともに満点に近いんですが、端の方はちょっと甘い感じがあるようです。背景のボケもデータ上は周辺部は荒れるっていう感じで、レンズの端っこの方は荒れるっていう風なデータなんですが、僕は正直子供を撮るんで被写体ってやっぱ真ん中に置きがちなんであんまり気にしていません。細部まで拡大してみる方は気になるかもしれませんが、多分ほとんどの方は満足いく写りなんじゃないかなと思います。念のため今回の動画を回す前にこれを踏まえて自分の写真を見返してみたんですが、端の方を見ても正直僕にはわからないレベルでした。
最後にサクッと感想とまとめなんですが、F2 は本当に使いやすくてずっとそばに置いておきたい安心感のあるレンズだなとすごく感じます。開放からキリッと良い写りで、オートフォーカスも早いので万人受けするレンズですし、駆動音も静かなので子供を撮るのにも適しています。たまに F1.4 が恋しくなる時もありますが、F2 はずっと持ち続けたいレンズだなと常に思っています。今回の動画はこれで以上になりますが、また F1.4 との比較を紹介しようと思いますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。